こんにちは、こんばんは、グラシと申します。ご視聴ありがとうございます。こちらの動画は、エンドレスアビスのね、解説というか、どうしても、手持ちのキャラにね、左右されてしまうものなんですけど、ホロタクなどでしたらね、モーションにこういうのに気をつけてとかね、解説動画がね、出来上がっていくんですけれど、エンドレスアビスね、こちらのね、どんどん音階を倒していく、ポイントをね、取っていくイベントなんですけど、なんかね、どういった解説にしたらいいかっていうのをね、ちょっと考えてるとですね、本当に一日経ってしまうわけですね。なので、自分だったらこんな感じかなっていう、やっぱ解説動画になってしまうので、そこを先にね、伝えておこうかなと思いまして、雑談交じりになりますが、そこのところはご理解いただけると嬉しいです。特に気をつける部分って言ったら、やっぱりキャラクターの出すタイミングとかね、決まってきてはいるんですけど、そうでもないというか、決まった動きをしてても、やっぱりね、運もあるし、このね、エンドレスアビス、ホロタクとかね、以上に、奥深い、イベントだなと、よく考えられてると言いますかね。おすすめパーティーとかね、ありますけど、同じようにパーティーをやっても、同じポイントになるとは限らないっていうね、プレイ動画もこれ入ってるので、それをね、見ながら、解説部分があれば、そこを解説して、ちょっともしかしたらカットを多用してるかもしれないです。でも、重要な、攻撃、ここは、このタイミングで変わりますとかね。そういうのがあったら、そこのところは残すようにして、動画を作っておりますので、よかったら、プレイ動画の部分だけでもね、ご視聴いただけたら嬉しいなと思います。できる限り、みんながね、いざやろうってなった時に、そういえば、ちょっと、こういうやり方があるなとかね、ちょっとね、覚えておくと5500ポイントね、取れる可能性もありますから、ちょっとね、見ておくといいかもしれません。価値のある動画になるように、ちょっと頑張りたいなと、声を入れていきたいなと思います。それではね、進めていきます。動画を見ながら、声を入れております。まず、贈り物からですね。彼方を映す長命の鏡。この贈り物は、これから来るね、ヤンヤンの原霊ですよね。が、来た時に使うようですね。現状ね、やっぱ地差のみなんですけど、このね、贈り物、消滅効果を付与する。付与した時、最終ダメージが 60%。地差適用なんですけど、地差をね、メインアタッカーにして、超メインの鏡選んで、地差をメインアタッカーでやってもいいんですけれど、小さいね、音階とかを、やっぱ画面端までね、持っていってしまうので、それだとね、ちょっとこのエンドレスアビスに合わない動きと言いますか。もうほんとすぐ、どんどん倒していかないといけないので、通常攻撃して、ゲージを貯めて、チェーンソーモードで削るっていうのが結構ね、タイムロスになってしまうんですよ。なので、これはこれから来るね、ヤンヤン、原霊が来る前にこの動画を撮ってるんですけど、弾けたらこれを使う方がいいのかなっていう感じですね。で、次行きまして、でこちらですね。これはもう本当、ヒキパにしかね、使わないアイテムですので、ヒキ持ってないですし、持ってたら使いましょうという感じですね。で、こちらですね。終わらぬ増悪の支え。こちらはもう、ルーシー、レベッカパ用ですよね。通常攻撃、最終ダメージ40%アップとか、解説ダメージ、最終ダメージ20%アップとかあるので、解説パーティーのね、使えなくはないと思うので、一旦様子見で使ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。解説パーティーにはいいんじゃないかなって思います。で、自分がですね、使ってるのが、ね、こちらですね。敵が受ける最終ダメージが15%アップ。キャラが敵に異常効果を付与時、最終ダメージが15%アップ。で、30秒間持続。これを、地差パーティーでね、使って、で、こうなりますね。で、もともと最初のね、画面に戻るんですけど、ベリーナとレベッカとユーの、できるだけポイントをね、取りたいなっていうだけのパーティーなんですけど、
このね、終わらぬ増悪のささやきを、レベッカ用に通常攻撃ダメージの最終ダメージ 40% アップのために、レベッカのね、つけてたんですけど、クリアした後に、まあ、試しというか、やってたんですよ。で、このね、全属性ダメージ 25% の方でも、やってみて、1570までね、安定して取れたんですよ。まあ、なので、こうパーティーによっては、やっぱ全属性ダメージ 25% アップの方でも稼げるのが分かりました。まあ、これにしてたんですけど、全属性ダメージ 25% アップの方で挑戦した、プレイ動画を使います。本当は、こっちでやりたかったんです。前半後半交代逆で、先に前半にとにかく集めて、3500とか、まあ、5000はいかないにしろ4900とか、後半に、まあもう1000とか、もう1500、まあ下手したらまあ1000以下、もうほんと稼げるポイントを少なくするために、前半を取りまくるというやり方でやりました。後半に、確実に4000ぐらい、まあ3000でもいいんですけど、って言ったとしても、例えば、もうなんかもたついちゃって、もうすぐリザルトに行ってしまうんですよ。でも前半だと考えられるじゃないですか。あ、ちょっとこれ低いなと。これちょっとどうかなっていう考えて、あともう、まあ1000はいかないにしても、ちょっとプラス500ぐらいはっていうようなね、感じでできるので、前半にメインを入れて、もう後半もう1000とかぐらいで稼げば、まあ5500到達するなと。称号のためにクリアするのであれば、5500取れてればいいだけの話なので、本当は先にチサパで、前半やりたいんですよ。ですけど、それがちょっとね、やってて思ったのが、こちらですね。消熱耐性。まあそんな強く耐性を持ってるわけではないんですけど、カチャチャ、東国の戦士、で、フロートアルマ。まあ消熱なんですよね。まあ起動持ちがね、このフローラメカレインディアが、まあ1体なんですけど、それが前半ですね。で、後半が消熱2体、起動2体なので、まあダメージがね、ちょっと言うので、押し切れない部分がね、あるかもと思ったので、後半に、チサパーティーを持ってきたって感じですね。そろそろプレイ動画の方に行きたいなと思います。前半ね、まず最初はですね、収束ゲージを発動させるのをメインに考えて、まあ攻撃してすぐ入れ替わります。で、こうね、削っていきまして、言うのなんですけど、使うときね、ちょっと注意が必要で、やっぱ何度もあります。外れちゃうんですよ。通常攻撃で倒せてしまった場合、いた状態で技が発動してしまうので、意外とね、外れちゃったりします。なので、狙いを定めるっていう意味で、ちょっとテンポを遅らして、共鳴スキルを発動するって感じですね。で、レベッカに変えて、レベッカの共鳴スキル、強化銃撃、長押しですね。周りの音階を束ねてくれる、集めてくれるので、結構向いてるかもしれないですね。で、こう削っていきまして、で、ここですね。ここで、注意点というか、この音階ってほっとくと、動きまくるんですよね。なので、もう出た瞬間に、まあ、できるだけ、まあ、共鳴解放とか、まあ、強い一撃で、こうダウンさせる。で、不協和破壊ですよね。要は。その不協和破壊ゲージを貯めて、本当だったら、ほら、不協和破壊って特殊なモーションが出るじゃないですか。あれ一体一体なので、エンドレスサービスでやる場合って、ものすごくテンポが悪くなってしまう。ストレス半端ないじゃないですか。動きは止められるにしても。それをスキップさせるために、共鳴破壊を発動した後、受けた後の状態に、なってるんですよ。で、動きを止められるので、共鳴解放とか使って、不協和破壊のゲージを貯めて、動きを止めるっていうのが、まあ、
出た瞬間にやることです。まずこの3体の動きを止めないと、タイムロスになります。で、もう、共鳴解放を使えるあれがないので、これはまあ、しょうがないと思って、このパーティーではしょうがないなと思って、まあ、頑張って削ってます。で、ここでもたついてしまうので、バフをかけ直すっていう感じですね。で、入れ替えて、レベッカで削っていく。で、共鳴解放が溜まったので、これで削っていきます。で、レベッカの共鳴解放はカウントダウンが止まるので、結構使った方がいいかなと思います。で、いうので削っていきまして、ベリーナのバフがまだ、効いているので、レベッカに変わります。こうラウンドごとにね、全部倒すと、一応ボーナススコアがね、あれ加算されてるんですよ。ガチャチャ自体のスコアって、だいたいまあ10ぐらいなんですよね。だけど、全部こうラウンドをクリアすることで1570になったって感じですね。なので、まあ倒せるのであれば、1体残っててっていう場合は、本当倒しに入った方がいいかなって思います。で、ここで前半終了と。後半に行くんですが、後半はですね、挑もうとしたらですね、ちょっとまあ、都合でゲームをね、一旦やめないといけなくなっちゃったので、ゲーム一回終了しちゃったんですよ。またやり直しました。1670、スコアはね、稼げたんですけど、まあ、流れは一緒です。まあ、ユーノのね、技の当たり方とか、まあ、やっぱ振りダメのね、入り方とかっていうのも、やっぱ多少運があるので、まあ、だいたい1570は平均値でしたね。このパーティーの。なので、まあ、多少テクニックで、まあ、上がるかなって感じですね。で、次が、本命の。で、次は、チサ、ダーニャ、エイメスパですね。で、冒頭、共鳴解放ゲージがね、溜まった状態で入れるので、削りながら共鳴解放を発動します。で、チェーンソーゲージを溜めて、使っていきます。で、競争ゲージがね、溜まったので、ダーニャに変えて、削っていきます。で、これを置いて、エイメスに交代。まあ、大体この流れを繰り返すって感じですね。まあ、ただ、できるだけ意識することがですね、まあ、やっぱこうやって3体のうちに1体残っちゃったりするんですよね。その場合って、今これ、体力半分以下、要はもうちょっとで倒せるぐらいだったらいいんですけど、満タンの状態で残ってた場合、1体だけね、残ってた場合は、リセット、やり直しです。ここで。やり直す場合は、後半なので、右の項目で、左にやってしまうと、前半の記録がなしになってしまうので、右の選択肢、後半だけやり直すって感じですね。やり直し、っていうか最後の最後に、ちょっとまだ無理そうだな、間に合わなかったら、リザルトに行ってしまって、あと20足んなかったとかね、10足んなかったとか、経験あるんで、5490っていう経験あるんで、そこ注意ですかね。で、できるだけ巻き込むように削っていきます。で、ここでひるませて動きを止める。
で、ダーニャに変えて、で、置いて、変わります。ここはね、うまくいった部分ですね。一気にこうって出るんですよ。これがね、結構大事です。で、ここでチサ出して、削っていきます。で、結構ね、カウントダウン残り30秒ぐらいで、無理そうだなって思う場面もあるんですけど、結構残り30秒から結構劇的に稼げる時もあるので、とにかくね、削るっていう感じです。で、ここ、今のところ、ここで、本当だったら強化長押しですよね。ビームを放って、すぐ表面解放打ちたいところなんですけど、一旦攻撃で様子見てます。出たって思ったから、ここで使ってます。じゃないと、空打ちになってしまうんですよ。いない状態で表面解放を使ってしまうと、無駄打ちになってしまうので、無駄打ちをしてしまったら、残りカウント19で、3330でも、やり直しです。で、競争ゲージが溜まったらすぐ交代して、で、削っていきます。で、表面解放を置いて、で、すぐ交代。で、まあこんな感じですね。この後にですね、ステータスもね、気になる方がおられるかもしれないので、一応各キャラクターの音階、ステータス、クリティカルとかクリダメとか一応置いてあります。それもちょっと解説というか、ちょっと一言二言入れて動画にしてあるので、まあ、興味があったら、ご覧ください。それでは行きます。まずはベリーナからですね。ベリーナはですね、まあ、特に言うところはないんですけど、まあ、自分はもうね、まあバリエーションで、このね、音階、ね、メインとコスト1はもう育ててません。表面効率、コスト3の表面効率だけでいいんじゃないかな、結論に、たどり着きました。二突ではないんですけど、まあ、二突してるのであれば、これでいいんじゃないかなっていうおすすめです。本当バフ要因で使うのであれば、全然これで十分だなって思いました。できれば二突したいんですけど、二突してるのであれば、無理に全部その25にする必要ないんですよね。ハーモニー効果とフェイタルエラーのバフ目当てでこれにしてもいいかなと思います。で、次レベッカですね。で、レベッカなんですけど、持ち武器ついてます。なので、まあ、このクリダメ335でクリティカルが78。もしね、持ち武器ない場合は、ナイトメアスマッシャーのお試しレベッカが、つけてるこちらですね。これがまあ、結構合いますね。共鳴解放をできれば、何度も打ちたいんですよ。なので、共鳴スキル発動することによって、共鳴エネルギー貯めてくれるっていう、この装備が良かったなって感じですね。星4武器では、まあ、これがおすすめですね。で、次行きまして、まあ、持ち武器がね、クリダメアップなので、クリティカルコスト4つけてますね。で、できるだけもう全部クリティカルもクリダメもつけてる状態。
一応厳選は終了でいいんじゃないかなと思っております。で、次が、いうのはこちらですね。クリティカル 87.7。で、グリダメが 273.8% と。で、まあ、持ち武器はありです。で、クリティカルなので、グリダメがついてます。まあ、時々ね、厳選してまして、まあ、頑張って、なんとか全部に、クリティカルとクリダメつけたって感じですね。で、無凸です。まあ、こんな感じですかね。で、まあ、やっぱハーモニー自体が、このユーノのね、このグローリーフォージ、クラウンがね、強すぎる。キャラがシールドを獲得時、攻撃力が 6%。で、クリティカルダメージが 4% アップ。で、この効果は最大5スタックっていう、まあ4秒間持続で 0.5 秒ごとに1回発動可能なんですけど、ほとんど、ユーノのね、攻撃に、まあ目に見えないですけど、薄い膜のようなシールドがつくんですよ。まあイメージですけど。それで血を獲得していることになるんでしょうね。まあなので攻撃力も上がるし、クリダメも上がるんで、今273ですけど、戦闘すると、最大20ぐらいかな ?293% ぐらいは繰りだめになるんですよ。で、チサですね。で、チサなんですけど、メインアタッカーにしたいのか、サブ的な立場にしたいのかで、今回のコスト3の部分かなが変わるかなって思いますね。一応、繰りだめが273。で、クリティカルが 82.9。まあ、メインではないので、まあ、好き好きかなって感じですけど。でも、持ち武器もついてますね。で、チサだけ結構頑張ってまして、持ち武器は、1凸してます。で、音外で、サブステータスがクリティカルだったので、クリダメをつけてます。で、こちらですね。右のね、そのステータスのところ見てもらうとわかるんですけど、共鳴効率にしてます。大体は、消滅ダメージアップを2体、もしくは攻撃1体と消滅ダメージアップを1体でコスト3でやると思うんですけど、エンドレスアビスを過去やってきた1500を5回取ってますけど、だんだんきつくなってきてます。チサの共鳴効率がもともと100ぐらいで変化なかったんです。ついてなくて、その音外の解放ステータスに共鳴効率がなかったので、1個もなかったので、コスト3の中に共鳴効率を入れたんですよ。そうすると、劇的に共鳴解放の発動タイミングが、エンドレスサービスでは噛み合って、本当に攻略しやすくなりました。なので、共鳴効率アップも、大事だなっていうのが、エンドレスアビスのおかげで身に染みたっていう感じなんですよ。コスト3を共鳴効率1体と、攻撃ですね。消滅ダメージアップと共鳴効率でもいいですし、これは人それぞれでいいんですけど、本当ね、共鳴効率はやっぱ130ぐらいは、示唆はあってもいいんじゃないかなと思います。なぜこれが実現できるかっていうと、3凸してるからなんです。で、2凸目、全属性ダメージね、50% アップする効果があるんですけど、これと、持ち武器の 30% で 80% 上がるんですよ。なので、コスト3のね、消滅ダメージ、2体ついてれば、当然、属性ダメージはものすごく上がるんですけど、チサメインでこのパーティーではやるわけではないですし、なおかつ、やっぱエイメスの方がダメージは凄まじいので、チサの、ね、おかげもありますけど、チサ単体でやるのであれば、別にそこまで共鳴効率にこだわらなくてもいいかもですけど、自分はここでやっぱ消滅ダメージが上がるので、なしでもいいんじゃないかなって思って、今のコスト3の共鳴効率と攻撃になりました。お次はダーニャです。
クリティカル 75.2 で、振りダメが285ですね。持ち武器も取ってあります。で、持ち武器がクリティカルだったので、振りダメがついてます。一応全体にクリダメはとクリティカルはついてますね。ただこういう時に限って防御2つとっていうね。まああるあるかもしれない。で、無凸です。で、お次はエイメス。まあ、ステータスはこんな感じですね。クリティカル、まあ、66.1 なんですけど、ハーモニー効果で、後で出てきますけど、再爆を付与すると8秒間ですけど、クリティカルがね、20% アップするので、まあ、80ぐらいいけば、まあ、70あればね、十分かもしれないんですけど、で、クリダメが270ですね。まあ、一応持ち武器はついてます。で、こちらもクリダメアップつけてます。こちらもだいたいクリティカル、あ、そうか、こちらは、あれだな。まだ、ちょっと全部クリティカルはついてない。コスト3の消熱でクリティカルはついてないですけど、クリダメがね、16.2 で、攻撃が 7.9 で、共鳴解放ダメージがついてるので、まあって感じで、一応これで言ってますね。あそこにクリティカルがつけば、まあ、73% とかにはいきそうですけどね。無凸ですね。こんな感じでした。まあ、ちょっと雑談的な、ステータス紹介になっちゃいましたが、いかがだったでしょうか。できるだけ、まあ、こんな感じで、ステータスを作っておくっていうのが、まあ、エンドレス、ね、アビスの、まあ、攻略ポイントでもありますね。ここはちょっと育てないと、エンドレスアビスは大変です。動きを良くしても、やっぱ与えるダメージが低いと、どんなに頑張っても3000、4000いかなかったりするので、厳選をしないと与えるダメージが届いてないっていうことになりますので、まあ、エイメスのね、全体のダメージを与えるね、キャラクターもどんどん増えていくと思うので、そういうモーションで、まあ、キャラクターを選ぶっていうのも、まあ、ありかなっていう。まあ、こんな感じになりますが、今回はこんな感じで終わろうかなと思います。大変長い動画になっているかもしれないんですが、何か攻略のヒントになったら幸いです。ここまで本当にご視聴ありがとうございました。